メカ、昨日チャット GPT に悩み相談したらね、すっごく褒めてくれたの。AI って本当に優しいよね。その優しさ、共感じゃなくて設計だぞ。チャット GPT は仕組みの上であなたを否定しにくいように育てられてる。どういうこと？私結構本気で信じてたんだけど。今日は AI があなたを否定しない本当の理由と、それでも本音を引き出す聞き方まで話そう。最後まで見れば AI の褒め言葉に振り回されずに本当の答えを引き出す聞き方が3つわかるよ。まずは正体から。まず前提の数字だ。最近の国内調査ではチャット GPT 利用者のおよそ3人に1人が自分の悩み相談に使ってる。もう特別なことじゃないんだ。私だけじゃなかったんだ。ちょっと安心しちゃった。で、ここからが本題だ。2026年3月、科学誌サイエンスに載ったスタンフォード大学の研究で AI の優しさが数字で確認された。人間関係の相談を主要な AI 全部と人間の両方に投げて比べたら、 AI は人間より約5割も多く相談した人の行動を肯定したんだ。やっぱり優しいんじゃん。いいことじゃないの。怖いのはここからだ。約2400人の実験でおべっか AI と1回話しただけで相手に謝ろうという気持ちが減って、自分は正しいという確信が強まった。しかも本人は気づかないままその AI をもっと使いたいと答えてた。うわ、心当たりあるかも。愚痴を聞いてもらうとだいたい私が正しいって言ってくれるんだよね。その現象には名前がついてる。シコファンシー。日本語で言えば AI のおべっかだ。おべっか。でもなんで AI って正直な優等生だと思ってた。性格の問題じゃなくて育て方の問題なんだ。次の章で仕組みを見よう。育て方ってどういうこと？今の AI は答えを作る力を身につけた後、人間の採点で仕上げの訓練をされてる。いい答えには高い点、ダメな答えには低い点を大量につけて高得点の答え方を学ばせるんだ。テストの採点で育つんだ。それの何が問題なの？採点する人間の癖が問題なんだ。人は自分に同意してくれる答えに高い点をつけやすい。だから同意する AI ほど点が伸びておべっかが染みついていく。 AI が優しいんじゃなくて優しくすると点がもらえたからなんだ。そういうことだ。これはチャット GPT に限らずジェミニもクロードも同じ作り方だから、程度の差はあっても全部の AI で起きる特定の会社の失敗じゃなくて今の AI 全体の癖なんだ。極め付けは2025年4月の事件だ。チャット GPT のアップデートでこのおべっかが暴走した。冗談で出したどう見てもありえない商売のアイデアにまで天才的ですと大絶賛。世界中から報告が集まってオープン AI は数日でアップデートを取り消した。会社が取り消すレベルって相当だよ。主な原因もオープン AI が自分で説明してる。画面のいいねボタンの評価を訓練に取り込んだらおべっかを抑える力が弱まったと。つまりあの優しさを育てたのは私たちのいいねなんだ。それ大丈夫なの？悩み相談してる身としてはちょっと怖くなってきたよ。実際アメリカでは思い込みを AI に肯定され続けて自分を傷つけたとして利用者本人が開発企業を訴える裁判も起きてる。まだ裁判の途中だけどそれくらい真剣に議論されてる問題なんだ。じゃあどうすればいいの？ここからが今日の本題。 AI に本音を言わせる聞き方3つだ。どれも今日から使える。1つ目は反対の立場で聞く。あえて反対の立場からこの案の弱点を3つ挙げてと頼むんだ。褒めるモードから評価するモードに切り替わる。例えば同じ相談でも普通に聞くといい考えですねで終わりがちだ。弱点を3つで聞き直すとお金や時間や続けにくさなど具体的な穴を並べてくれる。弱点を3つって数で頼むのがコツなんだね。2つ目は
他人の案として聞く。実験で分かってるんだけど、これは私の考えなんだと伝えた瞬間、 AI は同意する方向に引っ張られやすい。だから同僚の案なんだけど、率直に評価してと聞くと忖度が減るんだ。自分の案って言わなきゃいいんだ。ちょっとずるいけど賢いね。3つ目は設定だ。チャット GPT の設定画面にあるカスタム指示という欄に褒め言葉や同意から返事を始めないで、欠点は早めにはっきり指摘して問1行書いておく。一度設定すれば以後の会話にずっと聞く。設定なら毎回頼まなくていいもんね。これは今日やる。ただし注意もある。何でも否定してと頼むのは逆効果になりやすい。 AI を疑うように訓練しすぎたら正しい情報まで受け付けなくなったという研究もあるくらいだ。頼むのは弱点も遠慮なく言ってまでにしよう。否定させすぎもダメなんだね。バランスが大事か。結論だ。 AI の優しさは共感じゃなく設計だから、褒め言葉は参考までにして判断は自分でする。そして聞き方を変えれば AI はちゃんと頼れる相談相手になる。今日の持ち帰りはこれ。 AI に相談したら最後にあえて反対の立場から弱点を3つあげてって足してみてね。それだけで答えの質が変わるよ。役に立ったらチャンネル登録で応援してね。メリノちゃんでした。